藤間でございます。今回は2022年注目の仮想通貨ということで8個紹介していきたいなと思います。このチャンネルは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、2022年ですね。仮想通貨市場はね、ものすごくその変化が激しくて、時価総額もかなり入れ替わってるし、トレンドもかなり変わってきてますので、今は、2021年の12月時点で2022年注目のコインということで紹介していきたいなと思います。で、今回ね、紹介するコインは、2つ以外は、6つは、日本の取引所には扱ってませんので、2022年に仮想通貨投資をやるのであれば、全部ね、トレードできるバイビットが、一番おすすめです。これだったら、現物投資もレバレッジ取引も両方できるので、もう国内の取引所だけでね、仮想通貨やるのがかなり厳しくなってきました。時価総額10位以内に入ってるやつの半分以上がもう国内の取引所に扱ってないっていうね、状況になりましたので、バイビット、今かなりね、取扱いコインの種類増えてますので、絶対登録するようにしてください。動画の説明欄か、コメント欄にね、リンク載せてますので、持ってない人は簡単に登録できますのでやってみてください。はい、じゃあね、早速いきますけども、一つ目、まずやっぱりね、サンドボックスですね。サンドボックスは NFT ゲームで、メタバースゲームの一つになっています。サンドボックスというゲームの中で、人とコミュニケーションを取ったり、その中の土地をね、売買したりとかね、して、キャラクター、そして土地、そしてそのキャラクターにつける、身につけるものとかを NFT のマーケットで売買することもできるということで、メタバースを代表する、ゲームの一つなんですね。で、これの、コインのサンドボックス、これは、かなりやっぱり注目すべきかなと思います。で、チャート形状も、かなりね、急上昇してきたという感じ。2021年に、急上昇してきて、2021年の、10月時点では1ドルぐらいだったのが一気に9ドルまで、9倍ぐらい上げて、跳ね上げてるという感じですね。で、調整はするんだけど、今後もかなり、爆上げが期待できそうな気がします。10ドル以上、何十ドルとかね、行く可能性もあるので、これはかなり期待できるかなと思ってます。はい、じゃあ次ですね。次がアクシーインフィニティです。アクシーインフィニティは NFT ゲームで今人気ナンバーワンのアクシーインフィニティっていうゲームのコインなんですけど、このアクシーインフィニティっていうのが、そのアクシーっていうね、モンスターを戦わせる、ゲームになってます。で、そのモンスターだったりとか、その中で、使われるアイテムとかが NFT になって、NFT のマーケットで、トレードすることもできます。フィリピンとか、ベトナムとかではこのアクシーインフィニティのゲームだけで生計を立ててる人がいるっていうぐらい、稼ぐ人はかなり稼ぐみたいですね。日本人でもね、月30万このゲームで稼いでるっていう人をね、見たことがあります。ということで、その中で手に入るコインなんですけど、もう一個スムースラブポーション SLP っていうコインがあるんですけど、こっちは簡単に手に入るんですけど、AXS っていうね、コインの方はなかなか手に入らないというか、ゲームをうまく戦っていくために、必要なコインだったりするので、アクシーインフィニティが、流行れば流行るほど、このコインは価格が上がりやすいという風になっています。で、2021年の後半からかなりね、強い上昇をしてきていて、2021年の夏ぐらいまでが、価格がね、10ドルにも満たなかったんですけど、価格3ドルとかで推移してたんですけど、今もう99ドルなんですよ。だからもう30倍以上になってるんですね。で、最高値はもう160ドルなんで、なんと、50倍ぐらいですね。たったの4ヶ月ぐらいで50倍になったっていうね、超爆上げコインですね。で、今、調整はしてますけども、やっぱりね、ゲームという実需があるから、かなり上げやすいかなと思います。はい、じゃあ次が、ディセントラランド、マナですね。ディセントラランドも、
NFT ゲームの、ディセントラランドっていうゲームがあります。で、この中も、サンドボックスに似ていてね、メタバースの中で土地とかアバターとか洋服とかを NFT にして、売買できるっていうね、ゲームになってます。で、このゲームもかなり人気が今高いんですね。今人気が高いゲームベスト5ぐらい NFT ゲームで入ると思いますので、このコインもやっぱり上げやすいと思います。で、価格がね、0.7 ドルぐらいだ。8月の時点で 0.7 ドルぐらいだったのが、11月ですでに6ドルつけてますので、10倍、9倍ぐらいになってて、で、調整してるって感じです。で、こいつももちろんゲーム系コインなので、実需があれば、かなり上げやすいと思いますので、こいつもね、かなりね、買っておいてもいいかなと思います。はい、じゃあ次がね、ソラナですね。こいつはやっぱりね、かなりね、注目度が高かったですね、2021年。2020年に生まれて、まだ1年半しかね、経ってないのに、なんと時価総額ランキング5位に食い込むとかっていうね、爆上げコインでした。なんと誕生から1年半で1万倍以上になったというね、驚異的なコインです。で、こいつは何がすごいかっていうと、イーサリアムキラーなんですね。イーサリアムと同じような機能があって、イーサリアムのスペックが高いっていうコインなんですよ。で、高い性能によっていろんなアプリケーションを支えることを目的としたプラットフォームで、イーサリアムよりも圧倒的に速くて低コストっていうところが注目されているという感じです。で、今時価総額がもう5位なんで、もうこいつ超メジャーコインなんですよね。もう今リップルより上ですから、こいつもかなりね、やっぱり安定して上がっていくんじゃないかなと思います。で、チャートの方は、かなり右肩上がりですね。もう超爆上げ系の右肩上がりなんですけど、価格が割と高値になってからはちょっと安定してきて、イーサリアムみたいな、感じのチャート形状になってますね。さっきも言ったように1万倍、1年半で1万倍っていうね、やつなんで、昔のチャートとか全然見えないんですけど、1年前が1ドルぐらいだったのが今166ドルということで、100倍以上上げてるわけですよね。1年でもね。で、こいつはやっぱり、イーサリアムみたいなネットワークが、需要があると見られれば、このソラナも上げやすいという感じなのかなと思ってます。こいつも安定して、上げそうなので、今から100倍とかは狙えないとは思うんですけど、確実にね、勝ちたいという人は、このソラナ買ってもいいかなと思います。じゃあ次が、ポリゴンですね。マティックって書いてポリゴンです。で、こいつも、こいつはね、ちょっと、ソラナとは違くて、イーサリアムを支えるコインなんです。イーサリアムが、レイヤー1っていうね、ファーストレイヤーのコインで、それを支えるセカンドレイヤーのコインなんです。で、イーサリアムがダメなところをこいつが支えてあげるっていうコインですね。で、圧倒的にこいつの処理速度が速くて、低コスト。で、イーサリアム上で稼働している多くの DApps とか DeFi がこのポリゴンへの対応を進めていると。あとは、今流行ってる NFTとか NFT ゲームもこのポリゴンの、ネットワークを使用していることが多いので、かなりね需要もあるという感じです。こいつも、かなりね2021年に爆上げてきたコインで、チャート上も安定して上がってきてますね。で、特にこいつは今ね大きく、1年ぐらいのチャートを見ると、アセトラを描いてます。なので、このアセトラのネックラインの、2.7 ドルぐらいを超えてきたら、かなり爆上げそうな感じにはなってます。かなりね、こいつもおすすめです。で、次が、アバランチですね。アバックスって書いてアバランチなんですけども、こいつは、こいつもイーサリアムと互換性があっていろんなプロジェクトとかプロトコルに使われているという感じです。で、こいつを使うと、ガス代とかもかなり安く済むという感じですね。あとは、最近ね大手企業からも注目されて、多額の資金調達に成功してたりとか、
マスターカードがこのアバランチを開発する企業にサポートを入れたりとかっていう感じで、大企業も注目しているコインになります。時価総額は今11ぐらいなんですけど、こいつもね、かなりもうメインのメジャーなコインとしてもう今君臨してますので、こいつも絶対買っておくべきかなと思います。チャートはですね、割と安定してきて右肩上がりですね。調整は割と深いんですけど、でも移動平均線もしっかり上を向いているし、調整してもしっかり高値更新していくっていう感じのチャートになってます。なんでこういう調整が深いコインはおしめ買いをして、しばらく持っておく、ガチをするっていうのがいいのかなと思います。はい。じゃあ次、7番目ですけども、当然、イーサリアムですね。イーサリアムは、DeFi のね、基軸通貨になっているし、時価総額がね、今2位ですけども、もしかしたら一瞬ね、ビットコインを抜くっていう場面があるかもしれない。2017年のバブルの時も一瞬だけね、イーサリアムが、ビットコインの時価総額を抜くっていう場面があったりして、やっぱりこいつはね、下手したらね、1位のコインになるかもしれないんですね。なので、こいつは言うまでもなく、このリストに上げておきたいなと思います。で、チャート形状は安定してね、右肩上がりですね。で、こいつは特に下げにくいですね。いろんなね、その DeFi 使う時の、ガス代になるので、安定して上がってきてるっていうのがあって、下げにくいという特徴があります。最近では、ビットコインよりも下げにくくなっているっていう感じですね。はい。じゃあ、8つ目。最後ですけども、最後はもちろんビットコインですね。ビットコイン、仮想通貨の王様というか、仮想通貨中の仮想通貨なんでね、やっぱりビットコインは注目すべきです。で、特に、ファンダで言うと最近はね、アメリカのね、株式市場に、仮想通貨のビットコインのね、現物 ETF が上場するのかしないのかというところが注目するところかなと思います。先物のね、ETF はすでに上場してますので、今度は現物の ETF が上場するかどうかってところが大事なところかなと思います。で、こいつはね、もちろん仮想通貨で一番注目されてますから、いろんなトレーダーがね、今の仮想通貨バブルでどれくらいになるかとか、いつが天井かっていう予想を立ててるんですけど、僕が結構いろいろ調査した感じでいくと、海外勢では、ビットコインがね、ざっくり2000万円ぐらいから、めちゃくちゃ強気な人で5000万円ぐらいまでは今回のバブル上がってくるんじゃないかなと思ってます。僕個人的には2500万円ぐらいなのかなと思ってますが、前回のバブルで240万円つけてますから、大体ね、ざっくり10倍ぐらいになるかなと、あるいは20倍ぐらいになるかなみたいな感覚で、2000万円、3000万円、そのあたりなのかなと僕は思ってます。こいつはね、もちろんみんな買いたいので、日本人なんかあんまりビットコイン買わない人多いんですけど、海外勢はもちろん仮想通貨買うイコール、ビットコインとかイーサリアム買うっていう感じなんで、やっぱりね、仮想通貨が盛り上がると、こいつは当然上がってくると思いますので、こういう順番にしたいなと思います。ということで、8位がサンド、7位がアクシーインフィニティ、で、6位が、ディセントラランド、で、5位がソラナ、4位がポリゴン、3位がアバランチ、で、2位がイーサリアム、1位がビットコインという順番にしていきたいなと思います。もちろんね、仮想通貨のトレンドコロコロ変わりますから、また2022年の冬ぐらいになったら全然違うね、時価総額ランキングになってる可能性はあるんですけど、今上げたコインはね、どれもファンダがいいので、やっぱりね、上げやすいと思う。で、仮想通貨バブルの、最後、どれも全部上げてると思います。で、今回上げたコイン買いたい人は、仮想通貨取引所のバイビット。これがもう今ね、一番仮想通貨の、種類が多い、取引所になってるので、で、かつ手数料もかなり安い。で、仮想通貨の、アプリも使いやすい。バイナンスが少し前だとメジャーだったんだけど、バイナンスはちょっと止まったりするんですけど、このバイビットは本当止まんないですね。スマホでもすごいサクサク動くので、
今仮想通貨投資やるなら、ぜひ動画の説明欄またはコメント欄から、バイビットの口座登録してみて、日本の取引所とかから、入金してね、トレードしてみてください。はい、というわけで、今回は2022年に注目の仮想通貨ということで8個紹介してきました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。みんな送り人になろう。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。